こんにちは、アカデミアの富代です。サロンポピュラーベーシック5、サロンスタイルの定番と言われる中の前下がりのボブをカットします。前下がりボブをワンレングスで切るのは結構難しいのですが、この方法ならワンレングスとは違い、丸みと柔らかさを兼ね備えたスタイルになります。今のスタンダードはダブルカット、ツーウェイカットと言われたミックスカットです。ワンレングスカットに見えて丸みがあり、柔らかさを出す方法として今や定番と言われています。毛艶は失わないで、しかも手入れのしやすいスタイルとして今も人気のスタイルです。この動画は日本語字幕で対応していますので、世界各国の言語に変更してみることができます。もちろん字幕が邪魔な場合、オフにすることや倍速で見ることができますので、あなたの都合に合わせてご覧ください。では早速ご覧ください。早速カットしていきましょう。まずブロッキングですが、横から見て頭の一番出ているところの少し上あたりから耳の付け根の上あたりに向かってブロッキングを取ります。センターに分けて襟足一番下の長さを顔の横から顎ラインなどを確認して襟足の長さを決めます。バックセンター付近からコームで軽く押さえてカットします。頭の丸みに沿ってやや前下がりになるようにカットしていきます。この時コームでのシェイプは少しフロント寄りに A ラインにシェイプします。こちら側に毛束をずらしてカットします。このようにカットすることで内側が短くワンレングスに切れます。襟足のアウトラインが切れたらこのように全て縦スライスでカットしていきます。まずバックセンターから縦スライスで毛束を取りグラデーションにカットします。一度段差を確認します。いつも言ってることですが一番元になるガイドですので慎重に決めましょう。一度段差を確認後 OK でしたらそのガイドを元に次も縦スライスでバックセンター寄り気味でカットします。襟足の形はどちらにしても後で少し修正カットしますのでそれほど厳密にカットしなくても大丈夫です。人間の場合は左右毛流れが違ったりしますので同じ長さにカットをするというよりもどのように髪が動いても同じ形になるようにカットします。スライスラインの下が三つ襟のところに来たらそれ以上フロント側に出ないようにバックセンターに引きカットします。反対側も同じ要領でカットします。次のブロックを取ります。第2ブロッキングは前頭部と後頭部が分かれる少し下側から前下がりに目尻の方向に向かって取ります。次に綺麗にシェイプしたら前頭部と後頭部に分けます。バックセンターを縦スライスに取り、モヒカンガイドを作ります。縦スライスでグラデーションの角度に切りますが、段差の下の髪が襟足でカットした髪をカバーする長さにグラデーションでカットします。バック中心部にグラデーションのモヒカンガイドを作りました。グラデーションで作った襟足をカバーするボブもグラデーションで毛先が細くなるように段差をつけてカットします。センターで分け取り、縦スライスで毛束を分け取り、バックセンターに集めてカットします。フロントサイドまでセンターに引いて下とは関係なく前下がりのボブをカットします。もちろん反対側もセンターラインに引きカットします。フロントサイド、最後のパネルもバックセンターに引いてきてカットして左右対称になるようにカットを進めます。左右対称かどうか確認します。次にフロントセクションになります。フロントセクションはバックのカットラインの延長線上で前下がりになるようにカットします。反対側も同じようにカットします。後ろに引き縦スライスに取り後ろガイドに前下がりになるようにカットします。次にセンターで分けてもうワンブロック前下がりに分け取ります。下にガイドができましたのでこのパネルはあまりバックに引かず下をガイドにカットします。
同じように後ろに引いてカットしてしまうと、サイドに段差がつきすぎてしまい、フロントサイドは襟足と違い、内側に紙がありませんので、段差を多くすると毛先が軽くなりすぎ、内側に入ってしまい、前下がりに見えにくくなります。次にチェックカットですが、お客様に顔を上に向けていただき、チェックカットします。日本ではお客様は神様扱いで協力をしていただかないケースが多いのですが、ロンドンでは自分が綺麗になるためには、ヘアデザイナーに喜んで協力してくれます。お客様に立っていただいたり、このように顔を上に向けていただいたり、お客様に協力していただくことは当たり前のように行われています。日本で僕もロングカットなどお客様にお願いしてカットしていましたが、お話の仕方によっては気分よく協力してくれます。このチェックカットをすることで段差が一定になり左右対称になりやすくなります。これでウェットでのカットの終了です。次にブロードライしてそぎとチェックカットします。はい、乾かしました。ドライで縦スライスに取り、チェックカットします。襟足のグラデーションの部分をブロッキングしてグラデーションの段差をそぎでまろやかにします。スライスは縦スライスでカットと基本同じように削いでいきます。上のボブの方は毛先に段差も入っていますので削ぎは必要ありません。毛艶を大切にします。最後に襟足部分のアウトラインを修正カットします。この場合、髪が逃げないようにハサミの刃先を使ってラインを修正していきます。はい、出来上がりました。はい。では、いつものように図解説明しましょう。ダブルカット、前下がりのボブ、図解説明になります。はじめにブロッキングですが、前頭部と後頭部を分け、頭の一番出ているところの少し上から耳の付け根の上に向かってブロッキングラインを取ります。バックから見たところです。バックセンターに分け、頭の一番出ているところの少し上から耳の付け根の上に向けてブロッキングラインを取ります。襟足の髪をきれいにシェイプします。バックセンターから軽くコームで押さえてカットします。頭の丸みに沿って前下がりにカットします。この時にバックセンター中心より毛束を少し横にずらしてカットすることで内側が短く外側が長くカットすることができます。ワンレングスの前下がりの場合、すべてこのようにカットします。スライスラインはすべて縦スライスに取り、バックセンター中心部に寄せてカットします。横から見た時、このようなグラデーションの角度でカットします。一番元になるガイドですので、バランスをよく見て長さを決めます。また、グレーで描かれた襟足の図のように頭の丸みに沿ってフロントサイドが長くなるようにセンター引き気味でカットしていきます。ガイドができたらセンターラインを分け取り、次にパネルを取り出し、センターに引きカットします。三つ襟より前に出ないようにセンター中心部に引きカットします。襟足最後のパネルもバックセンターに引きカットします。次のブロックは前頭部と後頭部が分かれる少し下側から目地に向かってブロッキングラインを取ります。図のように毛先に段差がつくようにグラデーションをつけ、襟足が隠れる長さにカットします。長さが決まったら縦スライスに取り、バックセンター寄りにパネルを引きカットを進めます。最終パネルまでバックに引きカットします。もちろん左右対称かどうか確認してフロントサイドをカットしていきます。フロントサイドのシェイプの方向はあまりバック方向に引かず段差を少なくなるようにカットします。バック側のグレーの図が段差になります。次のブロッキングも前下がりに取り、逆に前方方向に毛束を引き、つきすぎた段差を修正しながら次のパネルブルーをカットします。両サイドを同じようにカットして左右対称かどうか確認します。トップはセンターに分け、図の白いパネルを下のガイドに合わせてカットします。次に顔を上に向けていただき、チェックカットします。こうすることで毛先の段差が一定になり、左右対称かどうかもチェックできます。このようにグラデーションに前下がりのグラデーションボブを重ねることで、表面の髪のツヤと型崩れしにくく、柔らかさのある前下がりのボブを作ることができます。これがダブルカットの良さです。
パネルの下側グレーの部分が毛先につけた段差になります。もちろん反対側も同じような工程で左右対称にカットしていきます。こちらが反対側です。次にブローして乾かします。ドライになった状態で削ぎを行います。襟足を取り出し、このグラデーションの部分を少しまろやかにするために削ぎを行います。削ぎは基本カットの時のパネルの引き出しと同じように削ぎを入れてバランスを見ます。上にかぶさってくるボブはほとんど削ぎを入れる必要がありません。トップにかぶさったボブは内側がグラデーションで切られており、フロントサイドと同じように内側の紙が少なくなっているわけですから問題ありません。はい、以上になります。概要欄に過去動画も記載してありますので、よかったらご覧ください。気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。